週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部37話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子高校生と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回36話でミコトを探しにビルに向かう3人。そこでハチコらしき人物を見かけ夕方まで捜索しますが見つからず、ひとまずビルの休憩室で作戦会議をすることに。しかし休憩室よりも行かないといけない場所があるとアイラが言い出し、我らが探偵部1から37話公開中です。3人同好会24話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回23話ではさくらが来る前のりくとてつのやりとり。りくはさくらとてつをくっつけようとサポートすることを決意しています。24話は少し時間を戻してりくが公園に来る前のてつの話。てつはいつも通り一番に待ち合わせの場所に向かう。そこへミクとミユが現れ、自分たちは手を組んだと言い始め、3人同好会1から24話公開中です。ハチコは何も知らない16話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方、世の中のことを何も知らないハチコと出会い、そのハチコが繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回15話ではアイルの手作りクッキー特訓に付き合う薫。その過去の話を聞き、ハチコが料理を作ると言い出します。16話はハチコの初料理を食べる薫。しかしその中身はとんでもないもので、ハチコは何も知らない1から16話公開中です。閣僚と異界の姫11話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けると、そこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界閣僚へと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハチポト VR 公式フルボイス作品です。前回10話では市議との経緯を話すいつか。ただカズマと忠之は動揺を隠せない様子でした。11話はいつかが市議との経緯の話を終え、会議は一旦終了に。その後カズマに呼ばれるいつか。カズマからみんなには内緒で市議と会った崖に案内してほしいと言われるが、その様子を忠之に見られていて、閣僚と異界の姫プロローグ1話から本編11話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポットストアからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。次にハッチポット VR のアップデート情報をお伝えします。今回のアップデート内容はこちら。ハッチポットビルダーホームにリンクが追加されました。今までホームはビルダーの取扱説明書のリンクしかありませんでした。今回のアップデートによりビルダー関連の問い合わせ、さらに好きな画像や 3D キャラクター、ボイス実装を依頼できるフォーム、問い合わせのメールアドレス、ハッチポットクリエイターの公式 Discord サーバーリンク、ハッチポットストアリンク、以上の4点が追加になりました。ハッチポットビルダーを触ってみて何かわからない点、聞きたい点がある方はぜひ追加されたリンクから気軽にお問い合わせしてください。ということで以上がアップデート内容でした。他にもハッチポット VR からお知らせが2点あります。まず1つ目にハッチポット公式キャラクターのハチコが TikTok を始めました。こちらではハチコが流行りの曲で踊ったりする様子を楽しめます。めっちゃ可愛いので興味がある方は概要欄からチェック、フォローお願いします。2つ目のお知らせは2022年12月30から31日に開催されるコミックマーケット101にハッチポット VR が出展します。コミケに行かれる方はぜひハッチポット VR ブースへお越しください。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。それではまた来年お会いしましょう。良いお年を。